を受けてくれたのは40代女性リンさんです。リンさんは自分に向き合いたいと幼少期からの辛い生活を勇気を持って話してくださいました。母親に否定され続けてきたリンさんがその母のもとに生まれてきた意味とは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。子供の時からスピリチュアル、占いだとか心理学とか昔から興味があって、すごい実は長くて、最近目覚めてる人がすごい多くなってきてるから、この人たちの勢いがすごいなと思って、全然私勢いがそんなないんですけど。目覚めって何ね、覚醒ですか？覚醒はなんかね、1999年にすごい体験をして、家庭環境がめちゃめちゃ悪かったんで、自分らしくない自分で生きて、で本来の自分ってどういうんだろうって求め続けて、25歳の時にすごいなんか神秘的な、なんていうんだろう、思考体験みたいな、なんか全てと一つになって、体の痛みは全くなくなって、なんか無条件の愛が流れて、上から釣られてるみたいな。その体験がもう強烈で、でもそれは2、3ヶ月で終わっちゃったんですけど、まあシンクロの連続みたいな。一応覚醒体験だったとは思うんですよね。そっからやっぱりまたあの状態に戻りたいで、探求したんですけど、結局うまくいかないっていうか、まあでも人間が変わったんですよね、そこの25歳で。それまでの自分と25歳からの自分っていうのが本当に人が生まれ変わったみたいになって、でもそっからまた覚醒っていうのが特にはないんですけど、もう最近自分に向き合いだして、また新しい自分になるっていう感じの状態です。うちの両親が、今離婚してるんですけど、ものすごいやっぱ家庭環境、人間関係が子供の時から結構きつい環境で、両親との母親との関係、私の中ですごく嫌な思いをたくさんして、で肯定されたりとか褒められたりっていうのはほとんどなくて、愛情をかけてもらったっていう感じもなく、結構辛い幼少期、高校の時に、ついに人間が怖い恐怖症みたいになって登校拒否とかになって引きこもったりっていう流れがあって、でもその時は周りのせいじゃなくて自分なんだとなんとなく思って自分を変えようとしてっていうのを20代前半もそういった人間関係での苦しみとかを背負ってきたっていうか、25の時に覚醒体験した直前はそういう経路があってそれを癒すために本来の自分の状態を知りたいとか、この苦しみから逃れたいっていう感じでもう神様にもなんか救いを求めるじゃないけど、そういう流れで来ていて、で覚醒体験した後もだいぶ解放されて生きてはきてるんですけど、やっぱパートナーシップとか人間関係でやっぱりなんか同じような課題があるのかなっていうのがあって、お母さんはどういうご関係やったんですか？母はなんか忙しい、せかせかしてて、一応私長女、妹、弟なんですけど、長女だからしっかりしろとか、もう子供じゃない扱い、妹、弟に愛情を注ぐじゃないですか。だから私は気づいたら、我慢しなきゃとか、甘えられない、そういうベース来てて、結構否定されたりとかするのが多くて、お前とは合わないって
言われてきてて、もう否定しかしないみたいな感じで、そういう親子関係で来てるから、やっぱ一線を引いてるっていうか、でもやっぱり母親たち家族だから、本当は愛情欲しいし、優しくされたい、大事にされたいっていう気持ちとか、まあでも母と父自体が喧嘩ばっかりして、お父さん飲んで暴れるとか、家の中めちゃくちゃになって、母は必死に働いてお金を稼いでっていう3つ4つ掛け持ちしてる。子供の話はあんまり聞いたりとかそういうケアはなくて、心が全然もう本当に大事にできてない感じの家庭環境で、優しさ、思いやり、感謝とか、そういうなんかポジティブな感情の属性がないなって感じてたので、本当みんな愛に飢えてる、家中が。それを私がもらうよりは与えなきゃっていうか、与えたとしてももう本当に消耗しきって、コントロールされる感じですね、母には。私の力を信じるっていうよりは、お前はできない、ダメだっていう前提で、そこがダメ、あそこがダメっていう感じで、ストレス発散のはけ口みたいな感じになってたので、私的には心がつながったっていう感覚がないまま、傷ついたまま人が怖くなっちゃって、大人になるのに機能しない感じ。距離を置いて、基本できればそんなに関わりたくないっていう感じの関係です。お母さんはいつ離婚されたんですか4年前で。最近ですね。そうなんです。今まで我慢して、ずっと一緒にいて、暴力とかあって、子供の時から警察呼べ、救急車呼べとか、家のものを投げて壊れてっていう。で、母も、暴力振らわれて、一緒に病院行ったりとかもあって、で、最後ついに父が警察に逮捕され、それをきっかけに別れて、父とか絶縁状態になってます。傷害で逮捕されて10日間地上に行って出てきて、その後離婚が進んだって感じだから私愛されるっていうよりは頑張って何かをしないと自分はそのまんまで愛されたりとかそういうのないから自分が与えないと人から愛もらえないとかそういうパターンが見えてきてなぜかそこに行ってしまう。両親はそういうもんなんだと思って、もうほんと自分の中で内観して、彼らのこれがもうベストな状態で、いっぱいいっぱいで愛も彼らにあったし、子供に対して長いなりにも一生懸命やろうとはしてくれてたことに対しては感謝はあるんですけど、欲しい愛情がもらえなかったっていう気も強いし、そこの両親との関係が基礎になってるのが人間関係に出てきてるのか、やっぱりそこがすっごい重荷だったので、そこのエネルギーをどう軽く楽にしていくかっていうのが、自分の課題だったりはするんですけど、今後の人間関係とかパートナーシップに自分が満足できて愛し愛される関係を作りたくて、ここから何を学んで今後活かせばいいのかなとか。わかりました。じゃあそれを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。崖かなこれ。そんな高いとこの崖じゃないんですけど、下が土で、崖になってて、崖の端っこに立ってて、で、目の前はちょっと一段下がった森みたいなのが広がってて、太陽があって、空がわーって見えてて、で太陽がね、正面にあるので、オレンジ色なんです、その太陽が。空がね、横にずーっと全部オレンジ色になってて、でも上は青なんですよ、空が。上が青で、
太陽のある高さはオレンジ色になっててっていう景色を、ミンさんが立って見てます。泣いてますね。たすき掛けのカバン持ってて、肩の紐は体の前にこう斜めにかかってるんですけど、そこに手をかけて、紐をぎゅっと握りしめてて、どっか行くみたいです。なんかね、感動でいっぱい涙してるとかじゃないねんな。人生の旅の途中みたいな感じですかね、今は。人生やからいろんなことあるじゃないですか。辛いこともあるし、楽しいこともあるやるけど、でもこれが人生、それは分かってるみたい。その旅の途中っていう意味ですね。で、途中だから私は行かないといけないって言って、辛いけど、行くって言って、後ろをくるって振り向いて、歩き始めましたね。森ですね。森の中に入ってきます。鳥の鳴く声も聞こえて、結構うっそとしてる森ですね。リンさんが上からこう垂れてるツタがあったので、それをわーって払って歩いていきます。ここはちょっとヒヤッとしてて、で火があんまり入らないんです。すごい背の高い木がいっぱいあって、上に葉っぱがあって、でも生き物はいっぱいいるみたい。音がすごい聞こえる。なんか何かが鳴く声っていうのが聞こえます。下の幹にも根とかが張ってるので、それにつまずかないように、それをこうまたいで。でも手はなんかカバンの紐にかかってるんですけどね。で、周りをすごい距離で見回しながら歩いてますけど、ジャングルと森と言われたら、どちらかというとジャングルに近いような森なんですけど、奥の方に弟さんが立ってます。弟さんはそこで自分の家庭を築いてます。これ見てよかったなと思ってます、兄さんは。弟さんは右の奥にいたんですけど、で、今度左側にいますね。そこにお母さんと妹さんが出てきます。そこがふわっと出てくるんですけど、窓みたいなのが出てきてね。で、正面の奥のところに今度お父さんが出てきます。お父さんは一人だけ立ってないです。動いてもないです。立ってます。お父さんやなって。お父さんが行った時にちょっと心が暗くなるみたいですけど、リンさんは。お父さんが立ってるなって思ってる。で、今、家族全員出てきたじゃないですか。これが自分の家族だなって思ってる。で、根っこを避けながら、まず、妹さんとお母さんのところの窓に近づいていきます。近づいてったので、中でこうわちゃわちゃしてる音がさっきより聞こえるんですけど、そこの窓はすごい大変そう。大変そうで、ちょっとうるさいんですよ。感情の起伏が激しいから、一応近づいてはいったけど、触れると自分がその波に影響されちゃうから、それが嫌だなと思って体を引っ込めました。最初はちょっとできることあるかなと思って行ったんですよ。今家族やし。でも、嫌悪感って言ったらあれですけど、飲み込まれるのが嫌だから体を引いて引っ込めましたね。で、今度お父さんの窓に近づいてきます。お父さんは無表情で立ってます。で、お父さんは右側の奥の方見てて、今、リンさんはお父さんの背中を右後ろぐらいから見てるんですけど、なんかいろんなことあったけど、お父さん今一人になってて、お父さんの背中をね、この人も孤独かなと思って触れようとしたんやけど、でもやっぱり暴れてる時の思い出みたいなのが出てきてしまって、やっぱ私の手には負えないと思って、パッと手を引っ込めます。自分だってそんなに安定してるわけじゃないから、だから、家族やから何かしてあげたいって気持ちはもちろんあるけど、できない手を引っ込めて下向きます。で、その時に、兄さんのどちらかというとインナーチャイルドが出てくるみたいですね。しんどかったとか、怖かったとか、っていう思いが待って出てきてしまうみたい。ああ、インナーチャイルドいるな、と、なんとなくわかってるみたいですね。なんとかしたいって気持ちはもちろんあったけど、
でもなんともできないと思って下向いてます。今、お母さんと妹さんがいる窓と、お父さんがいる窓の間の辺にいますね。比較的、二人とも距離が近いです。で、真ん中にいますね。で、その二つの窓の両方とも重たい雰囲気で、そのしんどさを、自分が受けてしまっているっていうのも自覚があるし、でね、そこから抜け出せてない自分。その二つの窓を見て、両方の窓に触れないんですよ。触れないんやけど、そこの雰囲気から出れないんです。だから、入ってるわけでもないねんけど、抜けられへんみたいな感じですね。だから別のようで一緒なんですよね。そこで三角座りします。下はちょっと泥みたいですね。下が泥だから、もうお尻も濡れるんですよ。気持ち悪いじゃないですか、本当に。雰囲気も良くないし、楽しくもないし、どこに行っていいのかがちょっと今わからないので、下に座ってしまったみたいです。でも自分はここから抜け出したい、本当は。から、本当は立ち上がってね、そのジャングルから抜けていきたいんやけど、でも立ち上がれないみたいです、今。お尻に磁石ついてるみたいな感じがして、一瞬こう立ち上がろうとするんだけど、ふわっと戻るみたいな感じ。どうしていいかわかんない。この二組から離れたいんですよ。自分の人生本当は生きたいんですよね。これはあなたたちの問題やし、なんとかやってあげたい気持ちはあるけど、何のしようもないじゃないですか、今。だから、ここにいる必要が本当はないんですよね。だって何もできないし。ここにいても何にも生み出してない。自分にとってもプラスじゃない。今なんか、お母さんがうわーってこっちに向かって言ってきた。なんとかしなさいよみたいな。あんたの家族やろみたいな感じで。うわーってなんか叫んできましたね。びっくりした。急に来たからびっくりした。怖い。怖かったわ。こういうのがあるから怖い。何かしたいって気持ちはありますよ。でも何していいか分からへんっていう。でもそんな気持ち無視して言われるもんやから、説明さえもできへんみたいな感じ。うわーって言われたら、ちょっとあたふたしてますね。怒られるから、あんなふしなあかんと思ってやるんやけど、で、さっきお母さんがこっちに向かってわーって言った後に、また妹さんの方見ました。お母さんはいつもこう、自分の思い、自分がこうしようと思ってたっていう思いを言おうともしれへん。自分だってやろうと思ってた気持ちはあるんですよ。家族やし。何ができるか分からへんけど。でも自分のペースだってあるじゃないですか。自分のやり方かってあるし、自分で考えて、こうした方がいいんかなって、これぐらいができるかなとかね。これやったら向こうの役に立つかなとか、今のタイミングかなとか、それは自分のペースで考えたらいいわけやのに、頭ごなしでわーって言われて、この人はいつもこういう私の思いを何にも踏まない。それが母親なのかなって。でも妹にはしてるのに、妹にはあれこれやって、でもないこれでもないみたいな感じでやってんのに、なんで私の気持ちをにもせずに頭ごなしに言ってくるのかなって。同じ子供やのに。って思って立ちすくんでます。もうそんなん言われたらやる気もなくすし、固まるじゃないですか。もう足動かへんみたいな感じかな、今。もう怖くて。何言ったって、いい風に取ってもらわれへん。普通やったらね、そういう気持ちがあったんやね、とか、動いてないように見えるかもしれへんけど、本当はやりたいと思ってて、でもどうやって手出していいか分からへん状態やったとしたらね、やろうとしてるのにできへんっていうもどかしさがあるわけやし、それが大変やったんやねって言える人がいるわけ、世の中に。でもそんなことはしてくれへんからね。もうショック状態ですね。これがお母さん。それが自分に対する態度。お母さんからしたら、自分の気持ちなんてどうだっていいんだなって。何の思いやりもないっていう。なんでなんやろうって思ってるかな。今後ろ
後ろにいるお父さんをちらっと見ましたね。でもお父さんはお父さんで、もう何の表情までも立ってるので、お父さんにも期待できへんし、お母さんこんな状態やし、だから動かれへんみたいな感じ。今見てる感じでもみんなどうしようもないですね。ごめんなさいね、こんな言い方で。すいません。で、それでね、さっきお母さんに言われたもんやし、足が動かないんですよ。下の泥になんかくっついてしまってるみたいな感じでね、胃が生えちゃったみたいな感じになってて、動けないんです。そっから本当はね、歩いていくべきなんやろうけどね。マリンさんが泣きましたね。今、しゃがみました。誰も気持ち分かってくれないって。なんでなんて。私だってよくやったなって言って頭撫でてほしいし、今どういう気持ちやったんって聞いてほしいし、こんな嬉しいことがあったよって言いたいし、それをちゃんとにこやかに聞いてくれるお父さんとお母さんが私だって欲しいのに、それをケアしてもらえるのが子供じゃないのって思ってる。だってそういう家庭なんていっぱいあるのに、それにもそれが期待できない状態なので、こんなに高望みしてるって、こんなに私ってわがままかなって、そうで泣いてます。これはイナチャイルドかな。子供になってますね。すごく贅沢なこと言ってるわけじゃないんですよね。ただ、気持ちに寄り添ってほしかっただけ。ただ、それだけ。それだけあったのに。ごめんなさいね。お父さんもお母様も親らしくないですね。そうですね。リンさんに対しては親の役目を果たしてないと思います。はい。そうです。なんかそれも忘れてましたね。その欲求さえも、それさえも否定されてたから、だから自分にもう絶望と諦めと一切そこにもう期待しない。今言われて、あーって、もうそこが凍結してる。求めることももうできなくなってたっていうか。だからそこが根底になって人間関係もそういうとこ求めらんないんですよね。で結局、与えてってしないと自分が愛されないとか。自分の思いを受け止めてくれる人なんか誰もいないですね。そうです。はい。共感とか、需要とかが全くなかったです。だから、子供の兄さんが膝抱えて座ってるんですけど、私はいらない子なんだなって思ってるみたい。だって関心ないもん。いる意味ないじゃないですか。何にも関心ないんやから。私っていらないんやなって。でも、言われるんですよ。何々しなさいよ。だから、使用人みたいなのがね、ごめんなさい、言い方をごめんなさい。でも、だから物として扱われてる感じでした。もう人としてっていう感じじゃない。家族じゃないね。使用人ですね、これは。そう。私が登校教した時とか、ほんと一切寄り添いとかなくて、基本否定とか、バカにしたりとか、そういうスタンスだったので、自責に入っちゃいましたよね。もう心が繋がった感じは一切ないです。だからね、使用人やから、やって当たり前。何かの役に立って当たり前。だってそのためにここにいるんでしょっていうスタンスな感じやから、リンさんが、って思ってますね。自分が思ってるのと、その相手が思ってるのの、自分のあり方のギャップがある。私ってなんなんて。じゃあどうして私は人間として扱ってもらえるのって。自分がここにいるだけではダメなの。うちの子供みたいに。自分がどういう風な振る舞いをしたら私は人として価値がある人間になれるんですかって。ああ、そうかと。自分はこのままではダメなんやって。その人が思うような動きをしないと、そうです。認めてもらえないっていうか、ここに存在する意味もなくなる。そこで
その考え方が形成されたみたいです。この人にとって私は何なんやろうとかね。この世界にとって私の存在って何なんやろうとか。自分って無なんやなって思ってるみたい。何の価値もない。誰に対しても。誰とも関わってないんですよ。必要とされてないってこと。人として必要と自分はしてんのに与えられへんから、与えられる価値もないんやって。じゃあなんで私はここの世界にいるんかなって。だからさっきのね、一番最初の光景とよく似てるかな。何にもないんです、周りに。夕日の太陽がこう、光がわーって差すんですけど、太陽を見てる時にすごく泣いてたんですけどね。人がいない。何の関係性もない。与えてもない。もらってもない。だからね、いてもしょうがないなって思ってます。で今立ちすくんでます。消えてしまいたい。いても意味がない。でも、いるじゃないですか。イーザは存在してるんですよ。だからまあ地獄ですね、これは。しんどいですね、これは。だから変わるしかないと思って。自分が変わるしかない。外側じゃないんだっていう高校の時に。結局でも、両親にされたこととか態度とか、そういうことに関しては後々吐き出しましたけど、やっぱり辛かった気持ちだ。言ったんですか、本人に。はい、母が30個してから、ようやく聞いてくれるようになった。でも、本当の意味で何が悪いかっていうのは分かってないんだけど、謝るようにはなってきました。すごい。よく言いまし死にたいと何回も思ったけど、昔ね、若い頃。かといって死ねないし、だから、希望を捨てず、たった一人でずっと頑張ってました。で、今ね、立ち尽くして無だなと思ったんですけど、ここにいても自分に価値が感じられない。かといって、消えてなくなることもできない。だから、こうかないといけないんだなと思って、で足をね、なんとかしてね、持ち上げようとするんです。なかなか取れないんですけど、それをどうやったら取れるのかなと思って、自分で太ももの後ろから手入れてね、持ち上げようとしてます。ここから逃げないといけないって。ここの環境が良くない。で、今、大人のリンさんになりましたね。大人だから、ジャングルが自分の世界全てではないっていうのが分かってるんですよ。ジャングル抜けたらちゃんと太陽が当たるところがある。だから、そこに行けばなんとかなるかもしれへんから、足を頑張って動かそうとしてます。そうしたら、今スニーカー履いてたんですけど、スニーカーはもう取れへんかったみたい。スニーカーから足がポンって抜けた。靴下履いてるんですよね。そのままジャングルを抜けて歩いていこうとしてます。私はここから抜け出すって言って、そして履いたままジャングルの中を歩いていきます。そしたら前に進めば進むほどお母さんの窓から遠ざかっていくんです。そうすると空気がだんだん綺麗になっていくみたい。光にだんだん近づいてくるみたいで、なんか息が吸えるみたいな感じになりますね。すごい苦しかったみたいです。ああ、そこまで私は苦しいと思ってたんやなって思ったんです。呼吸するっていうことを最後忘れてたみたいな。自分って呼吸していいんやとかね。根本的なところ。太陽の光浴びるとか、深呼吸するとか、ご飯を美味しく思うとかね。人やったら当たり前に思うことを、ジャングルの中にいたらできなかったみたい。そうです。だんだんジャングルが抜けてきて、ジャングルがこう、終わるんですよ。で、光の世界になります。めっちゃ今光浴びてます。あ、生きていいんだって思ってるみたい。神様の光みたいですね、これは。光の中に、なんか神様みたいな人がいて、そうだよって言ってます。ジャングルの中は光が入ってこなくって、わからなかったかもしれないけども、ジャングルの上にはもちろん光は当たってたので、大きく見ればずっと光は当たってたんです。どんな人ももちろん生きていい。見守られてなかった
と思ってたかもしれないですけど、今もおられてたんですね。どんな人も生きていい。みんなの手でもちろん生きていい。あなたは今まで孤独だと思ってた。誰もあなたの心をケアしてくれなかったって思ってたかもしれないけど、どんな状態もちゃんと見てたよって言われてます。今光を浴びて、自分もこんな光を浴びれる価値のある人間と思ってるから、やっぱり自分が思ってたように人って平等。どんな人間にも価値はあるし、お母さんにああいう風に言われたけど、やっぱりどこかで疑問はあったんでしょうね。妹だけケアしてもらって自分だけわーって言われてたし、知らないって言われたけど、いらないものだったら存在する必要がないから、だからそこが辻褄合えへんっていうかね、お母さんが言ってる理論と私が存在するっていう現実が辻褄が合えへんからね。心のどこかでおかしいなと思ってて、光を浴びて、やっぱりお母さんが言ってたことはおかしいなって。私だって光浴びていい？浴びる価値のない人間なんていないから、そこに光を感じてます。で、泣いてますね。今まで母から、お両親からもらえなかった愛情を今ここでもらってるみたいな感じです。充電してるっていう感じですね。もうスポンジみたいな感じです。乾ききったスポンジの中に、ふわーって愛情が入っていくみたいな感じで光を浴びてます。やっぱり自分が思ってたのが正しいって。価値がない人間が、お母さんの理論上あるんですけど、でもそんなことはない。で、そうですよって今神様が言ってます。あなたの周りでは感じられなかったかもしれないけど、あなたが直感で思ってたことが正しいって。で、お母さんはそれを教えてくれてただけだって。母という子供からしたら絶対的存在に卵なしにそうやって言われて、でもそうじゃないって思うところに価値がある。その母の意見を覆す強い心を持つっていうのは、子供にとってはすごく難しいことやし、人にとったらすごく難しいことですよね。母って一番愛情をくれるって思う存在やし、実際にね、そういうご家庭はあるわけですから、その母の意見とか母の愛っていうのは、言うたら人の中で一番最初に来る大きな価値なんですよ。価値観。で、それを言われて、そこを覆すっていうのは、よっぽど自分がいろいろ考えて、いろいろ感じて、そうじゃないんだなっていうふうに自分が思わないと覆せないから。だから、今、あなたは何を信じてるんですかって神様に言われてます。結論が今自分の手の中にあるんじゃないって。どっちが幸せを感じてるかって言ったら、絶対に今ですよ。この光を浴びているっていう状態。お母さんは厳しかったかもしれへんけど、それを教えてくれただけ。他人の意見じゃなく、自分の感じたもの、自分が正しいと思ったもの、それをちゃんと信じるっていう強さを持つということをお母さんは教えてくれただけ。やり方めっちゃ厳しかったと思いますよ。無だと思わせる母っていうのは、やっぱやり方すごい厳しいと思うんです。でも、その母がやったからこそ強い自分になれたってこと、母以外じゃ難しかったんですよ。他人とか、兄弟とかお父さんであってもね。母っていうのはもう絶対的存在やから、自分の中で。愛情をもらえると思ってる。結果ね、そうじゃなかったから、母の言ってることじゃなくて、自分の正しさを今取ったんです。自分のことを信じる大切さ、人に何を言われても、自分がこうだと思う強さっていうのを今学んだんです。ここでね。自分の信念を貫いたし、自分の正義を見つけたし、自分の正しさにたどり着いたんです。それこそが強さ、それこそが学び。すごい過酷やったけど、そういう場を自分で選んだ
それに、まあ言ったら見事に答えたんですね、お母さん。言い方変えたらね。光を浴びる価値がない人間なんて一人もいないって今分かったじゃないですか。このすごく確固たる考え方が今自分の中にあるんです。すごく大事なところですよね、これって。みんな価値がある。それを身をもって経験したっていう感じですね。そうかって、今神様の前でインさんが喋ってますね。それを学ぶために私はここに来たんですねって。すごく根本になるもの。これで苦しんでる人めっちゃいっぱいいると思います。自分に価値がないと思ってる人。これは、インさんがやられたように、親にやられてる。親の価値観ってすごく大きいし、ここまで過酷じゃなくてもね、ちょっと言ったことがトラウマになるとかね。調子が悪い時に言った言葉が、まあ普段は優しいのに、その言葉だけが際立って心の中に残ってるとか、そういったこともあるからね。大なり小なり、いろんな人の心の中に、親から言われた言葉で、自分で価値がないんやなって思ってる人って世の中にいっぱいいるから。でも、今、リンさんは、親が、しかもお母さんが、それをずーっと言い続けるっていうところを克服したんですね。それこそが大事やった。そして、今、リンさんがしないといけないのは、この経験を持ってどうするかっていうことです。そういう岐路に立っていると。学んだでしょって。すごく大事なところ。でも、この当たり前ができない人が本当にいっぱいいるって。そういう人たちっていうのは、みんなジャングルにいるんですよ。本当は愛されてんの。リンさんみたいに、今光の前に来れたみたいに、大きく見れば、神様はずっと寄り添ってたんですよ。その気持ちに。神様は分かってるわけやからね。リンさんがなんでそこのジャングルに行かないといけなかったか。なんでそのジャングルですごい苦しまないといけなかったか。でも結果自分の足で歩いてきて、この光の中に来た時に、やっぱりその意味はあったんですよ。で、どうしたいですかって聞かれてるから。この経験を持って、どうしたいですかって。また、ジャングルに戻って立ち止まりたいですかって。それとも、光を通って歩いていって、峠みたいなところが右に見えます。右に行って、それをいろんな人に伝えたいですかって。どっちに行くかはあなた次第だって。今は多分ね、どっちでもいけるやと思います。このことをちゃんと理解せず、ジャングルと光の間に行くこともできるし、光を抜けて、これを伝えに行くっていうこともできるって。どっちに行くかはあなた次第ですよって。それはあなたの心一つで決まるよって。その岐路に今立ってますって。でそれは分かってるんじゃないって。それをちゃんと見つめ直したこの期間じゃないって。それは他人がしてくれるわけじゃない。ちゃんと自分が決心していかないといけない。もう一回ジャングルの方に戻りたいって思うんやったら、それはそれでいいと思いますよ。もっと必要なのかもしれない。自分を無だと思う時間がね、もっと苦しんで、その時間がもしかしたら自分に必要かもしれない。それは決して無駄じゃない。どの賭けも無駄じゃないですか。それを今考える期間ですよって。もう十分に経験したんじゃないですかって。それは自分でもわかるんじゃないって。で、その25歳の時に覚醒したって言ってる。あれは、なんていうかな、あまりにも苦しんでるもんやから、一瞬だけでも光を見せてあげるっていう神様の計られたみたいです。そこの世界が全てじゃない。ちゃんとあなたが大事やし、光の中で生きていいし、光に包まれる存在だっていうのを、やっぱり一瞬でも味わわせてあげないと、あまりにも闇の中にいたもんやから、あれは神様の計らいみたいですね。あの時の光と今行こうとしてる、今包まれてる光が似てるような感じかな。だから、あの光と同じようなとこに今来てるんですよ。自分の力で。こっからどう進みますかっていうのをはっきり言うための今回の機会やったって。それをちゃんと自覚するための。
それを学ぶためのスピリチュアルやった。この選択をした末にね、もし光の方に進めばの話ですけど、進んだ先に生き証人みたいになるんです。ミンさんは。母から全否定されて、親と思ってたところからみんな価値がある。それを思えるようになった。一連をちゃんと自分でやったっていう生き証人になるんですよ。それができてない人たちからしたら、私はできたって言える？私だってすごいいっぱい迷いがあった。私だって自分のこと無やと思った。何の価値がないと思った。でもそうじゃないんだなって、今まなんですって。私とあなたと比べてね、私の方が偉いわけじゃない。みんな同じ。みんな価値がある。だから私ができるんだったら、あんただってできるんですって。それを見せるために私はここにいるんですって言えるんですよ。光の先の森に行ったら。そういう道だってあるんです。っていうか、そのための経験やったんですよ。だからこそ、過酷やった意味がある。やっぱり差があると思うんですよ。しんどい家庭って、まあ、いっぱいありますよ。大なり小なり言ったらね。でも、言ったら、ものすごく過酷なご家庭やったじゃないですか。強烈やったし。でもその強烈な家庭からちゃんと抜けた人やからこそ人の光になれるっていうお役目があったからそこの家庭を選んだんですよ。私ができるんだったらみんなできる。私だけが偉いわけじゃない。私にあってこの例を見せられたっていうのは自分がこの25歳の時に光を見せられたのと一緒で、この光を一瞬でも見せたっていうのは、いずれあなたがそっちに行きなさいっていう神様の助けみたいなもんですね。そういった光に今後、ミンさんがなれるっていうことです。そういった道がちゃんとあるんですよね。そのためのこの過去やったってこと。そのためのこのジャングルの生活やったってことですね。講座を受けようと思ったのも、ちゃんと自分の内面を見ようと思ったのも、こうやって思ってるって両親に植えたのも、それは自分の力なわけやから、ちゃんと力はあるんですよ。なんなら人よりも、普通に育ってきた人たちよりもね、それを教えてくれてただけなんやから。朝もね、すごい変な言い方かもしれんけど、立派にお役目をさされたんですね、お母さん。母という観点から見ると失格かもしれへんけど、でも、そういうお母さんを選んでるわけやから。そういう意味ではちゃんとお役目果たしてくれてますね。もうお母さんありがとうですよね。今となればね。だから天気ですね、これは。で、ミンさんは、はいって言って、光の部屋選びましたけどね。そうですね、もう苦しむの部屋。十分ですね。はいって言って、光の右の方に行きますね。もうルンルンですね。今、ジャングルの生活はもう終わったんですよ。その喜びが溢れてますね。あ、そうかと。どっちに行くかは自分の心次第やったと。私は経験すべきとこはしたんやなって苦しいところはね。それが今はっきりしたんで、子供みたいにもう手振ってもう遠足行きますみたいな感じで、ルンルンで右行きますね。で、今までの自分の決別してます。もういいって。自分のことかわいそうって思うのも、お母さんのこと恨むのも、お父さんがあんなお父さんだっていうのも、妹が手がかかったせいで自分に愛情もらえなかったって思うのも、もういいって教えてくれただけ。結局は自分の愛は自分に満たさないといけない。誰かにもらおうと思ってたけどね。でも、自分で自分をちゃんと認めるっていうやり方をお母さんが教えてくれたんですよ。それは、ある種愛ですよ。反面教師みたいな感じ。愛はくれへんかったかもしれへん。でも、自分で自分を愛すっていうことを、ある種教えてくれたんですよ。あのやり方で。それをちゃんと見事に学んだんです。ミンさんはね。だから、もう、お母さんに求める必要はないって。ちゃんと生まれる前に設定してきた学びを、今ちゃんとやったんですよ。そういう世界になってる、ここ。愛してくれるお母さんを選んだ人は、その中にちゃんと学びがあるんですよ。
お母さんなりの接し方から学ぶべきことがあったから、お母さんを選んだし、お母さんはそれをちゃんとやってくれたしね。そしてそれをちゃんと学んだからいいんですよ。もうお母さんに求めることはありません。十分にもらいましたって。この関係性で私は学びましたって。だから感謝しかない。愛しかない。ありがとうって。だってそれを選んだんやから。だから私はここから行くねって。このジャングルの生活がね、今灰色に見えるんですけど、この灰色の自分の時代はもう終わったって。ここから進むかどうかっていうのは自分の心意気一つやったし、自分がなぜここの過程を選んだか、なんで自分がこの経験をしたかっていうことをちゃんと自分が理解する必要があったんですね。だから今回のチャレンジなんですけど、もう過去やから、この灰色のところは。だからこの経験を持って、もうマイナスじゃなくってね、このプラスの念だけを持って光の世界に行きますって。ここからはもうプラスしかない。これからは愛しかない。ここから自分は人に愛を与えられるんです。自分が光となってね、光の中に歩いていきます。そこでお父さんがピチラと出てきますね。お父さんが立ってて、お父さんも成長段階の人やったんやなって。あとお父さんこそ荒れてたんやなって思って。お父さんこそ愛が欲しかったんですよ。そうですね。自分が無やと思ったみたいにね、自分が自暴自棄になったみたいに、リンさんはその矛先を自分に向けてしまったけど、自分はいなくなればいいんだなって思ったかもしれへんけど、お父さんはきっと同じ状態やったと思います。自分に価値がないとか、その苛立ちとかね、そういったどうしようもない心の持っていきようのない、やり場のない怒りとか、悲しみとか、無力感とかね、そういったのが結果ああいう状態になったっていうかね、気づかなかったみたい。同じだったんですよ。まあ、子供やからしょうがないけど、そこまで思いを馳せれる状態でもなかったじゃないですか。ジャングルに行った時は。お父さんがどういう状態やったかって。お父さんも愛が欲しかった。お父さんも愛されてないっていう感覚があったんやなとかね。お父さんも辛かったんやなって。その中にも自分と同じようにみんなチャイルドがいて、ものすっごい泣いてたかもしれへん。表面上は暴れてたかもしれへんけど、心の中ではものすごい泣いてたかもしれへん。そしてそれを気づいてくれる人がいなかったかもしれへん。そういう人生を歩んできたかもしれへん。お父さんの幼少期かってわからないわけですからね。そういった愛情をもらってるっていう感覚がこの人にもなかったかもしれへん。この人も自分と同じように助けが欲しい人だったんですよ。助けが必要な人だったんですよ。でそれを見せられてるっていう関係性でもあったってことね。だからここでお父さんを許すって思ってます。同じ状態やったって。一方では、自分自殺したいと思ってたし、お父さんは暴れてたし、みたいな感じで、一見違うかもしれへんけど、でも根本の理由は一緒なんかもしれへん。愛情の欠落というか、お父さんさえちゃんとしてれば、もうちょっとマシだったかもしれへんなって思ったかもしれへんけど、お父さんも自分の寂しさ気づけへんかったように、自分かってお父さんの寂しさ気づく余裕もなかったわけやからね。ここで言ったらお互い様ですよね。親やからやっぱ子供の面倒見るっていうのが当たり前かもしれへんけどね。でも魂と魂っていう関係で見たらね、お互い様ですよ。だからお父さんを許すって、自分で自分を愛すっていうことを分かったから、分かった時点で、お父さんの弱さとか、お父さんの辛さとか、そういったのがちゃんと見えるようになってね、自分のことを今ケアできるように、お父さんのことも許すって、お父さんも辛かったんだよね、分かってあげられへんくてごめんね、自分にばっかしケアしてもらおうと思ってたけど、もしかしたらお父さんだって自分が体験した以上の辛さをお父さんが抱えてるかもしれへん。自分の心が誰も分かれへんかったように、お父さんの心かって分かれへんわけや。でもあんだけの症状が出てるってことは、お父さんにだって辛いことあったかもしれないよね。
それを推し量るっていう愛が自分にはなかったなって。だからお父さんも許すし、それを思えなかった、ちっちゃい時に思えなかった自分も許すって。自分も人間やしね、それでいいって。それを学んだんやから、それがこの世界。そういう時に今度お母さん出てきますね。お母さんも一緒ですね。お母さんも幸せじゃないんですよ。お母さんもお父さんから愛情もらえなかったんです。インさんが親やったら子供に愛情与えるのは当たり前じゃないって思うのと一緒でね。インさんのお母さんだって普通の夫婦から比べたらやっぱ過酷な夫婦選んでますよね。自分で選んだ結果だと思いますけどね。夫やったら妻に優しくするのが当たり前じゃないですか。普通の家庭やったらね。でもそれはしてもらえなかったんですよ。お母さんもやっぱり幸せじゃなかったんですよ。お母さんも愛情もらえてなかったんですよ。結果、人の気持ちが推し量れる状態じゃなかったんですよ。だからこの家族みんな似てるんですよ。みんな愛情もらえてない。結果、人の心を思いやれる心の状態じゃなかったんですよ。お母さんだって愛情もらえてなかった。インさんの心に思いを馳せる余裕がなかったんですよ。だからみんな一緒。みんな同じ状態だった本当はね。みんな飢餓の状態っていうかね。愛情の欠落の状態だったんですね。みんな欲しい。みんな自分に愛情が欲しかった。与える人が誰もいないからね。だからみんな苦しかったよね、きっと。そうですね。っていうのが今になったら思えるみたい。お母さんも愛情欲しかったんやなって。愛情もらえてない状態が長いこと続いた結果ね、共に愛情を与えられるような存在でもなかった。妹にも愛情を与えているように見えたかもしれんけど、多分違うと思います。そうですね。違うと思う。みんな辛い状態でしたね。すごい負の連鎖というか。でもね、それは自分で止めれるって。今、この家族のキーパーソンになれるって。この負の連鎖を誰かが止めたらみんな止まるんですよ。今ね、みんなジャングルにいたけどね、ミンさんがすごい頑張って、ジャングルから抜けて、パララみたいなところから一人抜けたんです。変わるのは本人じゃないとできないんやけど、でもそこから抜けるっていうのを見せられるって。自分には価値があるってちゃんと思えてる自分がいるんだよっていうのをいろんな人に見せれるようにね、この家族の中で本当の意味でね、幸せになるっていうことを見せれるんですよ。お母さんはお母さんの問題、お父さんはお父さんの問題、それは自分でやっていかないといけないけど、自分のためにちゃんと生きるとかね、この負の思いとちゃんと決別して、その中で学んだプラスだけを持って自分の人生を生く。ちゃんとお茶美味しいと思うとかね、ご飯美味しいと思うとか、人と喋るの楽しいと思うとかね、ぼーっとするのもいいなとかね、自分が楽しいことをして生きるとか、笑って生きるとか、そういったちゃんと自分のために生きる、本当の意味で幸せになるっていうことをこの家族に見せることができるっていう未来もあるっていうんです。だから、この家族の中で幸せになる存在でいなさいってみんな不そうに見えるでしょ。でもその人たちと同じようにね、ジャングルにいる必要はないって。ジャングルにいて座ってたら何にもならなかったじゃないですか。でも今一歩抜けてね、幸せになれるっていう立場にあるんですよ今ね。だからまず自分が幸せになりなさい。負の連鎖から一人抜けて、その人が幸せになったらみんなのバランスが崩れてくるから。負のバランスっていうことですね。幸せとはこういう状態であるっていうのを、まずあなたが示していきなさいって。そうやって一人ニコニコする人ができたら、そのバランスが崩れてあれおかしいなって気づくことができるようになる。そうやって人を幸せにするっていうやり方だってある。だから自分だけが幸せになるっていうのに罪悪感を感じなくてもいいし、それこそが他の家族に光を与えられるっていうやり方だよ。それはこの人たちを見捨てるっていうことじゃないよ。この人たちに対して何をするってわけではないけどね。何をする
必要はないんですよ。その人たちの課題やからね。リンさんができるのは自分が幸せになってその光を分け与えるというか当てるっていう意味ですね。それができること。それが幸せにするってこと。だからもう十分に学んだし、十分にやろうとしたしね。だからもういいよって。自分の道を行きなさいって。そして自分が幸せになることこそが家族のためになるっていうこの仕組みを理解しなさいって。だから幸せになっていいよ。はい。親に受容されない人生を歩んできたリンさんがこれから進む光の道。本当に素晴らしかったな。人生があまりに過酷で真剣になりすぎず生き延びるには笑うしかなかった。私はそこをメッセージとして伝えたいとのことでした。にゃんこもなぜ大きい方のチップスターを一気に全部食べてしまうのか内観を続けたいと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。